今日はこれから世界最古の蒸気機関車に2時間乗るよ。収益したのは1900年、それから123年も走っているんだ。その前にレイチェルはコーヒーを、彼女はコーヒーがなきゃ生きられない。超大事。今日の予定はこんな感じ。逆側運転の習得、世界最古の鉄道、両親にサプライズ、長い一日の疲れを機内で癒す。駅まで45分かかるからレンタカーを借りた。アメリカと逆サイドの運転の仕方を覚えなくちゃ。車は道路の反対側を走る。昨夜少し運転してみたけど、変な感じ。7ヶ月ぶりの運転だ。びっくりすることに、まだぶつけてない。ギリだけど、この調子で行けるといいな。左車線を走らなきゃって思ってしまうから。右車線を走ると両車線にはみ出しているみたい。無意識に左側に寄ってしまって、車線の上を走っちゃう。寄ってるみたい。飲酒運転は絶対しないけどね。絶対ダメだよ。蒸気機関車パフィンビリーは1813年に作られた。鉄道が敷設されたのは1900年。123年間もここにあるんだ。こんにちは。予約したトレバー・バウアーです。ネットで予約しました。チケットを出しますね。それでは楽しんで。駅には昔ながらの雰囲気が漂ってる。隔離された感じ、オリエント急行殺人事件な雰囲気。ジョニー・デップが乗ってきそう。これが200年前の最先端技術だったとは。今新幹線は時速数百マイルで走る。もうすぐ出発。どんな速さで走るかな？最高速度は時速5マイル。時速8キロってことだね。ここに地図があります。足を出してもいいけど、しっかり捕まってね。4歳以上じゃないとダメよ。発車を知らせる車掌のベルだ。日本ではドゥドゥドゥってドアが閉まって走り出す。ベルを鳴らす人がいるなんて面白いね。森の中へ。蒸気機関車、石炭を燃やして蒸気を発生させる環境に優しいとは言えないけど、1833年当時はそんなこと考えてなかった。レイチェル、このスピードどう？時速5マイルより速く感じる。時速5マイルで走ったことは？私の歩く速度みたい。現代の列車に比べれば車内装備はいまいち。倒せるふかふかのシートや窓さえない。燃えた石炭から出るすすだらけになってる。嘘。今気づいた。写真のことを気にしてるけど、加工すればいい。フォトショで。日本の新幹線と比べてどう？こっちがいい。日本の地下鉄か。どっちがいい？景色からしたら、こっちね。効率重視なら地下鉄。花が咲いてる。機関車は線路を横切る車のために停車。車掌は駅にいるかな？これなんだっけ？車掌がゴミ収集車の写真を撮るために停車したよ。どんなトラブルなのかはちょっとわからない。ゴミ収集車が好きなんじゃない？ゴミ収集車を撮るために立ち止まるとか君ならやりそう。待って。ゴミ収集車。最高。T シャツにしなよ。ゴミ収集車大好き。ゴミ収集車の謎を解き明かす。みんな手を振ってくれてる。日常になってるんだね。ここにいる誰よりも長く生きてる。パッフィンビリーに手を振りながら大人になっていくんだ。最初にコアラを見つけたら勝ち。最初にコアラを見つけたら15点。カンガルーは10点ね。はい、スタート。鴨の橋は50点。鴨の橋は50点。優先順位は分かったよ。鴨の橋は珍しいから。あの鳥は何点？2点ね。2点ね。綺麗だけど名前わからない。私が見つけたから2点ね。どういう採点なの？珍しさと可愛さ、さらに名前を知ってなきゃダメ？そう。正体不明のイケてる動物は2点。
深原じゃない？やあ、多分。やあ、多分。いや、多分。もしそうだったら30点。え？誰もが知ってる歌。深原古い木に止まってる。メリーメリー。知らないでしょ。トイレがないけど1900年はみんなどうしてたんだろう。トイレ休憩に立ち寄った。そして今日一番の課題を調査した。ゴミ収集車は何だったんですか？信号無視したんですよ。踏切で。そうなら罰金1000ドルだ。現行犯逮捕のようだね。車掌が写真撮ってたから長年乗っていてもまず見ないことだそう。違反者は1000ドル以上の罰金。自撮りは順調？何枚撮った？いいのを撮りたいの。難しい。インスタグラマーの生活は楽じゃない？大変よ。チャルーパの方がスポンサー多いしな。僕も見習わないと。素晴らしい景色の連続だけど、それを楽しむには目を保護するものが必要だ。やっぱりクリーンエネルギーは大事だ。顔にすすがついちゃってる。目に入った。何枚自撮りした？死ぬほど自分が漏れてるとかじゃなくて、素晴らしい景色を一緒に写真に収めたいの。顔じゃなくて背景を撮り直してるの。もちろん君は自分の批評なんてしないでしょ。あれの写真派。犬が運転してるのかと思った。ハンドルが逆だから。天然すぎ。ハンドル握ってるように見えてクラクションを鳴らしたと思った。犬は運転しません。ほら見て。1900年代にいるみたい。街の人も昔の格好してるみたい。これが今の格好？うん。昔の格好って？なんかこうインディ・ジョーンズみたいな。インディ・ジョーンズ。白いキャップにすすがついちゃった真っ白のが欲しければトレバーバウアー .com へ。今駅に着いた。折り返し地点。ご飯にしよう。電車には食べ物がない。その代わりにピクニック。何がある？チーズ、クラッカー、サラミ。あそこにアヒルが寝てる。捕まえてみる？正直ずっと不思議に思ってた。アヒルってどこで寝るの？水の中？あそこで寝てるみたい。上に岩がある。あの岩から飛びついたら捕まえられそう。飛びつくんじゃなくて餌をやることにした。その方がいいよね。アヒルはチーズ好きかな？ブリーチーズは好きじゃないだろうな。どんなチーズが好きなんだろう。のんびりと昼食をとった後、目的を持って汽車に戻った。この汽車旅半分のミッションはレイチェルのインスタ用写真撮影。渡るのに30秒くらいかかる古い木造橋。いいアングルが撮れるのは5秒しかない。ここから撮影してレイチェルを写す。適切なフレーミング、絞り、ISO 感度、表情、アングル。記者がどうやって戻るのか。チャルーパは感情運転と言った。僕は向きが変わると思った。帰りは逆方向に引っ張られる。どう思う？絶対違うだろうと思ったけど、その通りだった。今のは何点？10点か11点。これが11点で、クカバラが30点。これでチャルーパは60点かな。橋を渡るまでに僕が買ってることを確認したい。でないと協力しないよ。見て、レイチェルはだいたいいつもこれ。
何か言いたいことは？景色を撮ってたの。自撮りにしか見えなかった。タイムラプスで撮ったの。そろそろだ。顔にかからないように帽子を取った。一発勝負だ。連写した。1万枚くらい。腕を上げたのを後悔してる。できた写真は最高だけどポーズは失敗。撮り終わる瞬間、手を下ろそうとした。その時メモリーが尽きたんだ。128GB のインスタいけそう？いける。みんなが知りたいのは、数枚の画像を合成するのか、顔だけ別の写真にするとか。しないよ。しない。そんなことしないよね。カメラ返してほしい？現在3時半。シドニー行きの便は5時間後の8時半。メルボルンでまだやることがある。動物園で蝶の写真を撮って父に送るんだ。オーストラリアの蝶が好きなんだ。だから写真か動画をサプライズしたい。2枚ください。滞在時間は15分。蝶々だけなんです。他は見ないの？時間がないんだ。以前僕の両親もここでバタフライガーデンを見たんだ。返金とかできる？34年前、両親が新婚旅行でオーストラリアに来てバタフライガーデンを見たことを父がよく話す。母は父が逆サイドを運転して危なっかしかったって話。バタフライガーデンで父とフェイスタイムしたいな。蝶がいっぱい。でかいな。でかすぎない？鳥みたいだ。君の顔くらいの大きさだろう。飛んできたらビビる。蝶々は無害よ。顔が丸飲みされる。父は iPhone じゃないから別のテレビ電話でかけてみる。出なかったら母が出る。やあママ。どこだと思う？わかるわよ。バタフライズね、変わってないわ。あなたは大人になったけど、あなた歯いなかったわね。カメラに映ってるよ。パパいる？ジャクソンと出かけてる。きっと残念がる。ああ、父からかかってきた。やあ、テレビ電話できる？バタフライハウスにいるのか。ああ、いっぱいいるよ。懐かしいな。もう何年も前だからよく覚えてないけど懐かしい。帽子についてる。頭にも。今まで行った中でもとびっきりの場所だ。それじゃあね。愛してるよ。素敵な一日は終わり。次はシドニーへ。2キロ減らさなきゃ。その2キロはどこへ？やばいな。マックス23。君のを入れても僕のが軽い。いくら出さなきゃいけない？このパズルを解くために2時間早く着いてよかった。これでいいはず。僕のスーツケースも侵略された。カウントは？あれ？今見たら変わってた。2つとも検査で止められたの？何？両方止められた。How you going? There we go. Just down the back there for me. Thank you. バーバンクみたいな空港だな。ターマックを歩いて飛行機に乗る。さてと、ここではチップスっていう、どこのでも美味しいチキンバーガーマヨ抜きって言ったのに、超疲れてる時はこれしかないウーバーイーツは神だ。